神話に出てくる英雄に伝説の野球選手、そして現代のプログラマー。これ一見すると何の関係もなさそうですよね。でも実はたった一つの言葉が彼ら全員を結びつけてるんです。今回の解説ではその言葉、マサカリが持っているもう驚くほど深くて豊かな世界を一緒に解き明かしていきたいと思います。さあ、ここからが本題です。スライドにあるように、神話、地理、スポーツ、そして IT。もう全くバラバラの領域にあるこれらの要素を、たった一つの言葉が全部貫いてるんですね。皆さん何だと思いますか？この問いこそが今回の知的な冒険のまさにスタート地点になります。その答えがこれです。マサカリ。そう、日本の斧の一種ですね。でもこれは単なる木こりの道具ってだけじゃないんです。これから見ていくように、この一つの言葉が文化を横断して時代を超えてどれだけたくさんの意味をまとってきたのか、その壮大な旅を一緒に追いかけていきましょう。 OK。 ではそれらの奇妙なつながりを本格的に探っていく前に、まずは原点に立ち返りましょう。マサカリってそもそも一体何なのか、その物理的な本質をまず理解しておく必要があります。すべての物語はこの重たい鉄の塊から始まるわけですからね。さて、このスライドすごく興味深いですよね。その明確な区別です。日本語には斧っていう一般的な言葉がありますけど、マサカリはそれとは全くの別物なんです。刃が広くてとにかく重い。これは木をきれいに割るみたいな繊細な作業のためじゃなくて、もう抵抗を許さない圧倒的な力、つまり純粋な破壊のためだけに特化した道具だっていうことなんです。その本質は交渉の余地がない絶対的なパワーなんですね。この歴史が言葉の重みを物語ってますよね。マサカリっていうのは最初からただ木を切るためのものじゃなかったんです。古代の中国や日本では王の権力の象徴だったり、時には古事案っていう、かなり残酷な処刑にも使われたりしたほど、絶対的で最終的な権力を示す道具でした。この抵抗を許さない重みで物事を一方的に断ち切るっていう強烈なイメージ、これこそが現代にまで続く比喩的な意味のまさに根っこにあるわけです。では最初のつながりを見ていきましょう。この物理的な道具が一体どうやって人々の想像力をかきたてて伝説のシンボルになったのか、その移り変わりを追っていきます。そう、日本の有名な昔話の主人公金太郎。彼のマサカリってただの道具じゃないんですね。彼は雷神の子供だとされていて、そのマサカリはお父さんから授かった神の力の一部、つまり地上で振るう稲妻そのものなんです。天のもう誰にもコントロールできないエネルギーをこの一本のマサカリにぎゅっと凝縮して振るっている、そういうイメージなんですね。そしてこの神話的な力が驚くことに現代のスポーツの世界にも受け継がれていくんです。伝説のピッチャー村田兆治さん、彼が腕を大きく振りかぶってまさにもうマサカリを振り下ろすかのようにボールを投げ込む、その姿を見てあるアナウンサーがマサカリ投法と名付けたんですね。これは単なる比喩じゃない。怪我を乗り越えて40歳を過ぎても剛速球を投げ続けた彼の純粋で圧倒的なパワーをこれ以上ないくらい完璧に表現した最高のネーミングだったわけです。さあ、ここからがまた面白いですよ。マサカリが持っている物理的な力のイメージがどうやって抽象的な世界へとジャンプして現代的なメタファーへと進化していったのか、それを見ていきましょう。人間が作った道具のイメージが今度は広大な自然の地形にまで投影されるんです。本州の一番北にある下毛半島はその形からマサカリ半島って呼ばれてるんですね。一つの地域全体がこの力強くて原始的な道具の形によってアイデンティティを得ている。これってすごく面白い現象だと思いませんか？そしてここからが実に興味深い展開です。デジタルの世界、特に IT 業界のスラングとしてマサカリを投げるっていう言葉が生まれたんです。例えば若手のエンジニアが何か発表したとしますよね。それに対して専門家がその設計思想では根本的にスケールしません、論外ですってたった一言でバッサリ切り捨てる。これがマサカリを投げるです。相手の言い分を一切許さずに言葉の斧で議論を一刀両断にするわけですね。でもその後カルチャーはさらに進化するんです。プログラマーたちが自分からマサカリをお願いしますって厳しい指摘を求めるようになった。
もともとは攻撃だったはずの行為が、自分の仕事をより良く、より強くするための手厳しいけども価値のあるフィードバックを求めるリクエストに変わったんです。これって相手への信頼がないと絶対に成り立たない驚くべき文化の転換ですよね。神話、ピッチャー、反答、そしてコードレビュー。これら全部を貫いている革新的な概念って一体何なんでしょうか。その共通点を探っていきましょう。一つ目の核となるコンセプトは、この重みです。道具そのものが持っている物理的な重さ、金太郎の伝説が持つ神話的な権威の重み、そしてコードレビューで投げられる論理的に反論できない議論の知的な重み。形は違っても全てにこの抵抗しがたい重みが共通してるんですね。そして2つ目の核が切断です。木を物理的に断ち切るっていう行為。村田投手のボールがストライクゾーンを切り裂いていく様子。反対が海を分断するかのような地理的な形。そして高度のミスを指摘して曖昧な議論をバッサリと断ち切る行為。この切断こそがマサカリの本質を貫くもう一本の糸なんです。つまり大事なポイントはスライドにある通り、この重みと切断という2つの概念なんです。この2つがマサカリっていう言葉の遺伝子 DNA を形作っている。この強力な DNA があるからこそ、この言葉は何世紀にもわたって進化して全く違う環境にも適応して生き続けてこられたわけですね。こうして見てみると、たった一本の斧がこれほど豊かで複雑な物語を紡ぎ出していることに本当に驚かされます。皆さんが普段何気なく使っている言葉の中にも、もしかしたら探求されるのを待っている壮大な意味の世界が隠されているのかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。